皆さんこんにちは。こちらは 300B という真空管を使ったアンプです。300B といえば真空管ファンなら誰もが知る真空管の王様です。素晴らしい音が聞けるという噂がありますが本当でしょうか？今回はこの真空管の音を徹底検証していきます。このアンプの主な仕様は次の通りです。準 A 級の 8W で歪み率 0.3% です。真空管アンプは基本的に能率が低すぎないスピーカーと組み合わせる必要があります。同じシリーズに次があります。今回のモデルは2011年に登場しています。このモデルには2種類あってだいぶ値段が違いますね。今回検証に使うのは WE300B 仕様の方です。頭の WE はウエスタンエレクトリックというアメリカの会社を意味します。このメーカーが作った音響機器はコレクションの対象になっていて、300B という真空管もその一つです。このアンプに乗る WE300B はウエスタンエレクトリックのオリジナルではなくて、プスバンという中国のメーカーが作ったレプリカです。プスバンの WE300B はオリジナルの忠実な再現を目指して作られていて、高い評価を得ているようです。ウエスタンエレクトリックの 300B は最近再販されました。プスバンとどう違うのでしょう。このようなデバイスを比較するときはデータシートを見比べるのが普通です。このアンプは中古でしたので状態を確認します。わずかにガリがありますが検証に支障はありませんのでこのまま測定していきます。NFB の切り替えスイッチがついてますね。これをオフにすると真空管の裸の特性がわかります。今回は NFB のありなしの違いについても見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。これは 1W の結果です。両端がちょっとドロップしていますが、おおむねフラットです。定格 8W の結果です。NFB がない時の特性がちょっと崩れていますが、問題なさそうです。スピーカーを負荷にすると、この特性が崩れて音が変わります。これは後ほどご説明します。実際によく使う音量の歪みを見ていきます。線が下にあるほど静寂で美しい音が聞けます。一番上がトライオードの 300B です。歪みは 1% から人間の耳に聞こえますから、再生される音は歪みが若干乗った音になります。8W あたりで電圧が飽和して歪みが急上昇します。カタログスペック通りです。この結果は NFB を入れていますが、オフにするとどうなるでしょう。NFB をオフにした結果は 300B の裸特性です。若干歪みが増えるだけであまり変わらないですね。オンにしてもちょっと聞くだけの NFB です。これは 1W の実際の波形です。この歪みは音の違いを作る大きな要因の一つです。以前測定した FX オーディオの真空管アンプと比べてみましょう。3時までだいたい一緒で、それ以降は少ないですね。以前の動画でご覧いただいたように、このような倍音が響きを豊かにすることはありません。歪みは音を濁すだけです。300B の歪みは2時と3時がメインで、そこから上の倍音が少ないですから、
真空管の中でも比較的きれいな音が出る玉のようです。こちらはダンピングファクターです。この数字が高いほどスピーカーを正確に駆動できます。NFB がないとき2で、NFB があるときでも3しかありません。半導体アンプに比べると1桁以上低い数字です。これだけ低いと出てくる音に影響します。これを詳しく見ていきます。ダンピングファクター3が音にどう影響するのか見ていきます。真空管アンプと半導体アンプを切り替えて、スピーカーから出てくる音を録音します。実験に使う半導体アンプのダンピングファクターは100です。結果がこちらです。どうでしょう。かなり違いますね。真空管の方は低音と高音が盛り上がっています。ラウドネスをかけた形に近いです。それともう一つ特徴があります。ダンピングの意味は減衰です。この値が小さいということはスピーカーの振動板を止める力が弱いということですから、音が尾を引くようになります。これが響きが豊かに聞こえる理由でしょう。真空管の音がダンピングファクターで決まるなら、半導体アンプを同じように下げれば同じ音になるはずです。これを検証してみましょう。半導体アンプの方に4オームの抵抗を入れます。これで真空管と同じダンピングファクターになります。どうでしょう。重なりましたね。これで真空管の音がダンピングファクターで決まることを実証できました。半導体アンプの方には音を濁す歪みがほとんどありません。真空管にどれだけお金をつぎ込んでも歪みのない音は出せません。歪みのない究極の真空管サウンドはどんな音でしょうか。これは後でじっくりお聞きいただきます。ここまでの結果をまとめると次のようです。真空管の音はダンピングファクターと歪みで説明できます。ダンピングファクターで周波数特性が決まって、真空管の種類や回路、トランスによって歪みの出方が変わります。半導体アンプに抵抗をつけると真空管から歪みをなくした音を聞くことができます。今回は 300B に合わせて4オームの抵抗を使いましたが、真空管が変わってもそれに相当する抵抗を入れてやれば同じ音を再現できるでしょう。結論が出ましたが、せっかくですのでもう少し実験を続けます。真空管はガラスの中に金属板と金属線があって、それが共振することで独特の響きや艶が乗ると言われます。これを確かめてみましょう。アンプの上にスピーカーを置いて振動が直接伝わる形にします。この状態で真空管を叩いたり音楽を再生して真空管に乗ってくる音を観察します。まずは外の音をお聞きください。それでは真空管に乗ってくるエコーをお聞きください。どうでしょう。結構大きな音で鳴らしていますが、何か聞こえるでしょうか。
わかりやすくするために音の大きさを100倍にします。ノイズに埋もれていますが、かすかに聞こえます。非常に小さいですね。この結果から真空管が音楽に共振して響きや艶が乗ることはないことがわかります。直熱管は弦の響きが豊かに聞こえると言われています。これは電極の電圧変動や振動が原因と言われていますが、本当でしょうか？これを見ていきます。まずは電圧の変動です。どうでしょう。1ワットというと結構大きな音ですが、揺るぎなく安定してますね。周波数を変えてみます。どの周波数で見ても振幅が揺らぐ様子はありません。電極の振動はインパルス応答で確認できます。インパルス応答というのは一瞬だけ信号を入れた結果です。上が入力で下がアンプのスピーカー端子ですが、ほとんど一緒ですね。もし振動で響きが出るならこんな風になるはずです。小さな波が見えますが、これは測定に使った DAC のプリエコーとポストエコーです。周波数が高いので人間の耳には聞こえません。以上の結果から直熱管に電気信号を通しても弦の響きが豊かになることはないことがわかります。300B の音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。原音というのは音楽ソースそのものです。300B の音は同じ音楽ソースをアンプに入れてスピーカー端子で録音したものです。負荷に使ったスピーカーはクリプシュ R15M。真空管の特徴がよく出るように NFB なしで録音しました。この後聞き分けテストがありますので、まずは本物の音をしっかりご確認ください。それではどうぞ。
どうでしょう。イメージ通りの音が聞けたでしょうか。次は聞き分けテストです。今回お聞きいただくのは次の音です。1番は先ほどと同じです。2番は半導体アンプで 300B を模擬した音です。スピーカー端子に抵抗を入れてダンピングファクターだけ揃えてあります。3番はノスタルジックサウンドコンバーターというソフトを使って 300B を模擬した音です。このソフトは CD やハイレゾ音源を昔の音響機器の音に変換するソフトです。今回 300B の測定結果が得られましたので、このデータをもとに修正してあります。半導体アンプに抵抗をつけるだけで真空管そっくりの音が作れるという話でしたが、果たしてどうでしょうか。いつものように答えを伏せておきます。どれが本物の音か当ててみてください。いかがでしたでしょう。どれが本物の音だったか。これとは別にどれが一番いい音に聞こえたかお聞かせいただけると嬉しいです。真空管の結論は次の通りです。音はダンピングファクターと歪みで決まります。真空管を交換したり回路を変えたりトランスを変えるとこれらが変化して音が変わります。ダンピングファクターは通常1桁しかありませんから、ラウドネスをかけたような音色になってスピーカーの振動が尾を引きます。これによって響きが豊かに聞こえます。これが真空管アンプの音のすべてでしょう。真空管にしかない特別な魅力があるとしたら、それは見た目です。例えば今回検証に使った 300B は真空管の魅力にあふれています。
この外観は王様と呼ぶにふさわしいでしょう。ウエスタンエレクトリックの 300B で音楽を聴く。これはとても贅沢で幸せを感じる楽しみ方の一つと言えます。真空管は古いデバイスです。性能は半導体に比べるととても低くて、Hi-Fi 再生は期待できません。真空管には特別な音がある。ウエスタンエレクトリックの 300B にはこれでないと聞けない素晴らしい音があるといったことはあまり期待しない方がいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。